ボール、いや、大きいに越したことはない。強力粉、薄力粉、ふるいにかける。最後の一粉まで。両者合わせムラをなくす。水は重さで測る。正確さが必要だ。塩、重曹、しっかり混ぜ溶かす。カルデラを作る。混合水を8割流し入れる。全量入れないということだ。ざっくり混ぜ合わせる。変に力んだり、押し付けたりしないこと。5分置く。休ませたことで、生地にムラなく水気が行き当たる。握りしめてみて、自分が気持ちよく感じれる硬さなら、それでいい。硬いようなら水を足し、生地をまとめていく。体重をかけながら、一つの塊に仕上げていく。この段階で少々いびつでも、全く構わない。ビニール袋に入れて、踏みしめる。コシを出すための重要工程だ。生地が伸びたら折りたたみ、また踏んでいく。都合3回繰り返す。生地がだんだん締まってくる。踏んだ生地を休ませる。そろそろか。生地を気の済むまでまとめる。4等分する。綿棒で軽く伸ばす。今回パスタマシンで仕上げるが、手切りしたって構わない。ローラーの幅を調整し、明太を通していく。どれぐらいの厚みに仕上げるのかは全く好みだ。一度通したら折りたたみ、再度通してやる。次第に滑らかになってくる。気がつけば、時を忘れ熱中しているはずだ。伸ばし終わり。適宜半分にして、打ち粉をまぶす。カッターを装着する。明太を通す。カッターの幅は好みによる。思い描いている麺によっても変わってくるだろう。これが自家製麺だ。一晩寝かす。スープに関してはまた別の機会に語りたいが、鶏ガラと背脂をただシンプルに強火で煮込んで白濁させたものだということだけを言い添えておきたい。うちで食べる一杯は簡素な構成の方がうまいと常々そう考えている。麺を茹でる。太さにもよるが、今回ので1分だ。整える。ネギ。いただきます。健太食堂の麺うめえな。見たまえこの麺の長さを。気合入れて踏んだから腰も十分だね。大将、パイナマッチョ、やや方で自家製麺取り組んでみてね。